こんばんは、はるきです。今回はフットバースデーアイコンチーム2のティアリストになります。バースデーによって強化をされたアイコンの選手たちがまた、登場をしたということで、今回もですね、ランクに分けて、ティアリストとして、紹介をしていきたいなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。こちらが、フットバースデーアイコンチーム2の、ティアリストになってます。D は、誰もいないというふうなことで、C ですね。C に関してはクライファートを、入れました。クライファートに関しては、ちょっと、逆足が5になったっていうふうなことと、スキルもね、4っていうふうなところは、個人的には、いいんですけど、やっぱめちゃくちゃどうしてもね、重たさっていうのはあるというふうには思います。結構ね、身長も、188と高くて、空中戦はね、強いんですけど、なかなかちょっと重たさっていうのは感じるというふうに思って、使いやすさみたいなのは、ないというふうに思いますし、かつ、ST の選手、現役の選手も含めてですけど、このクライファート81なんですよね、冷静さが。これはさすがに低いなっていうふうには、感じるので、やっぱそうなってくると、本当にこう、使い方に困るじゃないですけど、シュートに関しては結構ね、決定力とかシュート力高いんですけど、やっぱどうしても、冷静さの部分が、気にはなるシーンっていうのは絶対出てくるというふうに思うので、ちょっとね、個人的にはD とかに、してもおかしくないとか、ちょっと迷ったぐらいの、感じではあるんですけど、能力もそこまでさすがそのレジェンド選手っていうこともあるので、能力的には高かったりは、するので、C っていうような感じにはなるんですけど、ちょっとこう D と迷った、ぐらいの、選手、ほんとちょっと空中戦ぐらいかな。ペースも速いんですけど、やっぱ重たさっていうのがどうしても印象としてはあるというふうに思うので、ちょっと現役の選手でいいっていう風な、形にはなるかなという風には思います。で、そして B ですね。B はベロンです。ベロン。ベロンに関してはまずはペースですね。ペースが81っていうのは少し遅め、かなっていう風には感じますし、あとは守備面もそこまで能力的には高くはないっていう風な、ところが、少し残念なところやったかなという風に感じます。ドリブルだったりとか、シュートの部分だったりとか、パスの部分だったりとか、中盤の選手として、結構ね、素晴らしい能力だったりとかは持ってるんですけど、ドリブルの中でもね、アジリティだったりとか、敏捷性、バランスっていうのは少し低いので、この人もそんなには、軽さっていうのは、ない。かつやっぱ役割意識もね、ミリミリっていうことが、若干、ちょっと気にはなる部分では、あります。なんで、この人も、そうですね、B なんで、全然悪くはないっていう風な感じではあるんですけど、ちょっとこう、現役の選手で、中盤、替えは全然効くのかなっていう風には、思います。逆足後にアップグレードされたっていうのは、非常にいいんですけど、ちょっと替えが効いてしまうような選手にはこの人もなる。悪くはないんですけど、そういう風な評価に、なります。そして A と B の間にいるのがバーンズですね。バーンズ。バーンズに関してはスキルが5に、変わっていて、バーンズに関してはね、前線の選手っていうよりかは、ちょっと攻撃的な CM とかで、使うのが一番最適なのかなというふうには、思います。ドリブルだったりとかは、そこまで軽くは、ないです。身長も180超えてますし、プラスボディタイプアベレージっていうようなことには、なるので、ドリブル自体はそんなに重くはないんですけど、結構ね、前線の選手としては、本当にスピードもある程度ありますし、シュートもね、決めきることが、できますし、パスもある程度うまいので、冷静さも高くっていう風な感じで、やっぱ前線の選手としては普通に、いい能力というか、素晴らしい選手かなというふうにも思うので、本当こう前線でスピードめっちゃあるタイプとか、こう使いやすいみたいな感じではないんですけど、本当 CM、3CM の一角の選手として、こう飛び出していったりとかしながら、チャンスに絡むっていう風なところで、スキル5とかもね、使いながら、なると、普通に強い選手かなっていう風には思います。若干ね、A に、しようかちょっと迷ったぐらいの、選手ではあるんですけど、一応ちょっと評価的には、ここの間くらいかなというふうに思って、ここに、入れました。
で、そして A ですね。A は、ルーニーです。ルーニー。ルーニー、スキルが5になって出てきました。これは個人的にはかなり嬉しいアップグレですし、シュートに関しても結構決めきる力っていうのは ST の選手としては、十分あるかなという風に感じます。この人もね、結構ドリブル的には重たいような、選手で、フィジカルでは負けないんですけど、細かさみたいなのはそこまでないです。ですけど、その細かさだったりとかがない部分をスキルで補填ができるっていうのが、スキル5になったこのバースデーの、ルーニーの、いいところかなっていうふうには、思います。ボディタイプもね、結構ストッキーっていう風な、フィジカルが、フィジカル強いっていう風な、ボディタイプにはなるので、軽さっていうのはないとは思うんですけど、その中でスキル5を使いながら、スキルを使ってグリッと相手の前に入るっていう風な、力は持ってるので、そういう風な使い方でも相手を無力化するというか、っていうようなことが、できるようになったのかなという風に感じます。パスはそこまでうまくは、ないっていう風な感じにはなるので、パスもうまかったりとか、あとはもうちょっと、ドリブル、敏捷性バランスももうあとプラス3とかされていたら、本当に最強というか、全然 S にいてもおかしくはないようなレベルにはなったんですけど、ちょっと惜しかった。ですけど、かなりやっぱり強くなってるなという風に感じた選手なので、自分は A かなという風に思います。で、そして最後ですね、S です。S はマルディーニ、そしてデサイ、そしてカカ、エウゼビオ、この4名を入れました。マルディーニに関しては、正直言わずもがなというか、プライムの、マルディーニでも十分に強いような、選手にはなってますし、今作の序盤ですかね、ベースの LB のマルディーニ使った方はわかると思うんですけど、ベースでも結構強いような選手にはなるので、それがどんどんアップグレードされていって、今ではね、一番強いマルディーニこれになりますし、スキルがね、5っていう風なところにアップグレードされたのは、センターバックとしてはそこまで必要がないアップグレードではあるんですけど、逆足が4なので、5にはならなかったのは残念ですけど、4あれば十分っていう風な形にはなりますし、本当にこの人は鉄壁ですね。本当に貫通がしない。もうそれこそ本当にマジで Y ダイクレベルというか、TOTY の選手、かつ今の現最強と言われているいろんなセンターバック、サリバもそうでしょうし、ウパメカノだったりとかもそうでしょうし、ワイダイクもそうですけど、本当に強いセンターバックの中でも、本当にそれを超えるような、レベルの選手、にはなってくるので、一気に最強というか、プライムでもね、全然最強だったんですけど、よりちょっと洗練されたマルディーニが来たという風なことで、明らかに自分は S かなという風に感じます。で、デサイですね。デサイもそれこそマルディーニほどではないんですけど、S のランク S っていう風な枠組みには入るという風に思います。マルディーニと同等ではないっていう風なことは、ちょっと、先に言っておきたいんですけど、マルティーニの方が断然強い、とは思うんですけど、デサイもなかなかやれるかなというふうに自分は、感じます。本当にね、毎作デサイはね、結構センターバックとしては、使われる方の、センターバックではありますし、スピードもね、ある程度84と、ちょっと低めかもしれないんですけど、加速とダッシュ速度、どっちでもあんまり差がないので、そこもいいポイントかなというふうに思いますし、リアクション冷静さもしっかりあって、守備能力だったりとかも、ほんとさすがレジェンド選手っていうふうなことで高い。で、さらにフィジカルもね、しっかり伴ってるっていうふうな、こともありますし、積極性もね、非常に高く、もう完走近いような、数値にはなってるので、ほんとセンターバックとしては、この人も十分やれるというか、ほんと強い、強さを発揮してくれるような選手には、なります。あとは、この人の場合はね、逆足が5に変わったっていう風なところも、非常に大きい、ポイントかなという風に思いますし、先ほどのフィジカルの、能力だったりとか、ハイアベレージプラスっていう、このボディタイプも、結構、フィジカルが強いような、ボディタイプの選手なので、本当フィジカル負けっていうのは、そんなにしないような、本当センターバックとして強靭な、選手にはなっているので、個人的には、そうですね、A にしようか、ちょっと、迷ったとこはあるんですけど、そのマルディーニと
ね、並べてどうなのかっていうのはちょっと思ったんですけど、まあそれでも、マルディーニよりは弱かったとしても、まあ、S の、枠組みの中には入るかなというふうにも感じたので、自分はここに、入れました。で、そして、カカですね。カカ。まあ、カカは、もともとスキルが5ということで、逆足が、5に変わって、55になりました。本当にこう、強さと、そして、かっこよさを兼ね備えた選手になりますし、プライムが91なので、そこからね、プラス2されてるっていう風なところも、まあ非常に大きなポイントかなというふうに思います。まあキャムの選手として2列目から飛び出すっていう風な上でペースが90を超えてるっていうのは非常に素晴らしいですし、まあその後のシュートもですね、決定力だったりとかは80代、87とかでそこまでなんかめっちゃ高いっていうような感じではないんですけど、まあ冷静さ96と凄まじい数値になってますし、まあ、パスに関してはめちゃくちゃうまいような選手になります。あとはこの人に関しては意外とこうフィジカルだったりとかが80あるっていう風な部分がまあ、非常にいいポイントかなっていう風に思います。こう2列目からだったりとかスピード乗ってグーンって来た時にフィジカルで負けない、簡単に体入れられないっていう風な力を持ってるので、まあ、かつそういう選手がね55なんで、まあこの人も明らかにちょっと強いというか強すぎる、レベルの選手にはなるかなというふうには、感じます。まあ本当キャムの選手としては、マジ最高峰かなっていうふうなところで、スタミナも90あるっていうのも、非常にいいポイントかなというふうに感じます。で、そして最後ですね、エウゼビオですね、エウゼビオ。まさかエウゼビオが来るとは、思わなかったんですけど、まあ、エウゼビオに関しては、この人、もともと逆足が5なんで、スキルの方がですね、5に変わって、55になりました。まあ、それこそ、エウゼに関しては、本当スキルが4っていう風なだけで、多分敬遠をしてた方は多いと思います。決定力はめっちゃ高い。決定力は、この FIFA っていう風な作品の中で言っても、めっちゃ高いような選手には、なるんで、そこの部分に不満を感じてた人っていうのはいないんですけど、やっぱスキル使えへんな、まあ、4なんで、5の技使いたいけど使えへんなっていう人が、まあ、エウゼ、まあ、決定力がめっちゃ高いし、シュート決めてくれるんやけど、まあ、やっぱスキルがなっていうようなところで敬遠されたところが、まあ、5になって、5-5になったっていうところでいくと、マジでバグレベルに多分強い、選手ですね。ほんと R9 とか、まあそういう風なレベルで、まあそこに並ぶぐらいの、ちょっとこのバースデーの、アイコンのカードにはなるんじゃないかなっていう風に思います。本当にバグってるという風には思うので、まあスピードもまあある程度ありますし、ドリブルもめっちゃ軽いので、もともと。なんでそこからね、スキルが5になったっていうのは、本当にやばいですね。もうやばいしかないっていう。で、この人もまあ1000万超えてますし、値段的にも。なんでやっぱそれだけの価値だったりとかっていうのは、まあつけられてるので、まあ、正直当たり前に S 以外ないというか、一番上の、ランク以外ないっていう風な、感じで自分はまあ評価を、して、ここに最後入れました。まあっていう感じで、これがフットバースデーアイコンチーム2のテアリストに、なります。まあおそらくこれで多分ハイスの選手はまあ全員アイコンかな、アイコン全員かなっていう風には思うので、またミニリリースとかはないとは思うんですけど、まあかなりやっぱり熱いイベントというか、アイコンの強化にはなったのかなという風には感じます。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。